って、ゴリラでお仕事行ってきます。今回は三島市、神南町を通って伊東市に行きます。その後、熱海市に行って、丹那方面から三島に戻ります。細切れツーリング動画風の仕事動画です。これでも本当に仕事に向かっているんです。現地でお客様をお待たせするわけにはいきません。頑張って走りますが、安全第一でお願いいたします。三島市方面から伊豆方面に向かう場合、今では伊豆縦貫道を使う人が多いと思います。しかし、伊豆縦貫道の沼津市から伊豆中央道料金所まで 125cc 以上しか通れない、自動車専用道なんです。黄色ナンバーのゴリラでは伊豆縦貫道は使えません。なので、古来より使われている国道136号線を使います。このまま三島から神南を抜けていきます。カメラを胸のポケットにつけてるので、揺れがひどいです。以前、この道は夏休みになると大渋滞していましたが、今はそれほど混みません。コロの影響もあるし、縦貫道の効果が大きいと思います。ここで一服します。寒い日はコーヒーです。はい、伊豆の国市のここから県道19号線です。この先にオリンピックで使われた施設もあったりします。伊東まで23ケムなんですね。特に非力なエンジンではありませんが、上りはきついですね。前がトラックでラッキーです。軽自動車にも簡単に抜かれてしまいます。いや、前の軽自動車が速度違反なだけなんですが。ほい、ここから下りです。タイヤはミシュラン履いてますが、よく滑ります。リアブレーキは常にロックに注意が必要なレベルです。コーナー、いや、カーブ入り口でリアブレーキを雨踏みしながら速度調整します。飛ばしません、転びません、痛くありません。参戦の誓いです。すんません。嘘です。はい、海沿いまで来ました。伊東マリンタウンで小休止。今日はバイクが多そう。大型バイク祭りでした。ゴリラがいつもより小さく見えます。では、マリンタウンを後にして現場に向かいます。伊東市内は一方通行が多いので、迷子になります。スマホ使えば良いのですが、電池残量が怪しいのです。この辺を右折させてください。
まずは伊東市役所に行きます。伊東市市役所到着です。市役所で手続き及び調査完了。この後お客様に会いに行きます。革ジャン着たおっさんがゴリラに乗って1時間かけて会いに行く。怪しいですね。こんな人と取引したくないですよね。でもこれは作戦なんです。営業職の方々は主にスーツじゃないですか。いつも小綺麗で、持ってる小物もおしゃれだと営業成績も良くなります。私はその逆で、このいでたちを何も言わずに理解していただけるお客様を大切にしたいのです。いや、服装に金かけるのなら、その他サービスにお金をかけたいのです。はい、お客様との商談終了です。いい人でよかったです。これから熱海に向かいます。熱海でも将来的なお客に会います。いろいろ相談を持ちかけられています。では、伊藤にさよならです。小腹が空いたので、マックにでも寄ろうかとしたが、ひどい混みよう。今日はバイクツーリングダイエットの日かな。ツーリング中は何も食べない。飲み物はコーヒーブラックのみ。なんか、リアショックが変だ。中華のサブタンク好きを使っているが、動きが変だし、イオンもする。どこかで止まって確認しよう。画像はないが、リアショックの左右ボルトスイングアームと固定してるやつが2本とも抜けてた。多分入れ忘れ。ここまでは固定用のステーに噛み込んでて大丈夫だったが、今は左右とも所定の位置よりずれてます。このままでは走れないので、ちょっと考えます。考えをまとめるには一人がいいです。で、どうするかというと、手持ちのボルト4無でとりあえず固定。2本もないので、リアフェンダーを止めているボルト4無のうち1本を外して有用。これで家まで大丈夫。持つべきものは工具と部品。いや、日頃の整備が重要です。とりあえず、お客のところまで行きたいです。はい、伊東市でお客様の相談に乗りました。この方も非常に良い方でした。ここを登っていきます。一部で有名な木の宮神社前の駅です。そんなこんなで、帰ります。
それでは今日はここまで。ソーロング。